なりたいチャンネルです。兄弟チャンネルの青虫の朗読チャンネルにもよろしくお願いします。魔王学院の不適合者第2章魔剣大会編第67話魔王の進化第68話まがまがしき仮面朗読を始めます。魔王学院の不適合者第67話魔王の進化。アノス、母さんは言葉の途中でプツッとレイの映像が途切れる。リムネトの魔法が消されたのだ。ふむ、慌てて魔法を切ったか。だがもう手遅れだぞメルヘイス。果たしてそうでしょうか。アゼイシスの中はわしのテリトリーでございます。いくらあなた様といえど何の目印もなく次元を行き来することはできますまい。再び俺の周囲にベノイエブンが出現する。この通りベノイエブンの貯蔵は十分にございます。今剣を失ったレイ・グランズドリーにこれを防ぐ手段があるとお思いでしょうか。リムネトを切った今その魔力をたどり彼のいる次元に反魔法を展開することもできないでしょう。それでお分かりでしょう。人質が変わっただけでございます。あなた様の行為もレイ・グランズドリーの行為も全ては無駄だったのでございます。彼の母親も無駄死にでございます。ほう。だがお前の言うその無駄のおかげで少々の余裕ができたのは事実だ。俺にはここからでもお前を攻撃する手段があるぞ。それも先ほど同様はったりでございましょう。もう騙されはしません。あなた様がおとなしくゼクトに応じるというのならレイ・グランズドリーの命を助けましょう。俺の目の前にゼクトの魔法が展開される。魔力のすべてを差し出す代わりにレイには手を出さないなどといったことが書いてある。3秒待ちましょう。3、脅すようにメルヘイスが数を数える。2、ふむ、後ろを見てみろ、メルヘイス。その手には乗りません。1、俺の言葉を無視し、奴は言った。ウグー、が、忠告は聞くものだ。捕まえたぞ、メルヘイス。奴の魔力を直に捉え、俺は次元を超えて、ガトム、で転移した。風景が真っ白に染まり、目の前にメルヘイスの姿が映る。奴の右肩を切断された俺の左腕が締め付けていた。ありえません。イニーティオで切られればしばらく魔力は通わないはずでございます。一体どのような魔法でこんな真似を。魔法？何を言っている。俺の腕が切断されたぐらいで動かないとでも思ったか。そこまで常軌を逸していようとは。魔法の門を開きメルヘイスは逃げるようにこの場から転移する。俺はガトムでそれを追った。別次元にメルヘイスが現れ、そしてすぐに俺はそこに転移した。その腕をどうにかせぬことにはどこへ逃げてもすぐにわかるぞ。魔力の目印がつけてあればアゼイシスの中だろうとガトムで移動できる。逃げられては面倒だからな。警戒されぬよう奴を左腕で捕まえる機会を探っていたのだ。さてそれはどうでしょうか。挑発するように言い再び魔法の門の中へメルヘイスが消える。すぐに俺はガトムを使った。次の瞬間視界に映ったのは漆黒のオーロラである。先ほどとは桁違いの量のベノイエブンがそこにあった。そしてそれはすぐさま俺に牙を向いた。怒涛のごとく押し寄せたそのオーロラに俺は反魔法を身にまとい対抗する。バシュンと魔力が弾け飛ぶような激しい音が鳴った。ここは取り込んだベノイエブンの貯蔵庫でございます。魔眼を凝らせば黒いオーロラの向こう側にメルヘイスがいた。その一角だけがベノイエブンのない安全地帯になっている。もはやわしには逃げるしか手段がない。そう盲信し無警戒に追ってきたのが運の尽きでございます。終わりでございますよ。アノス様、あなた様を倒す準備がようやく整いました。メルヘイスが王爵を振るう。その魔力が周囲のベノイエブンに上乗せされ、俺を中心にして圧縮されていく。世界を4つに分けた壁が俺を取り囲み、押しつぶそうとしているのだ。慢心が過ぎたようでございますね。あなた様の魔力がわしの貯蔵してきた魔力を十分に下回るのを待っていたとも知らずに、あなた様はいつでもわしを倒せると鷹をくくっていらっしゃいました。メイドの土産に教えて差し上げましょう。
その傲慢さが、あなた様の敗因でございます。なかなかどうして、大層な口を聞くだけのことはある。半魔法を緩めれば、一瞬で消し飛びそうなほどの力だった。無駄でございます。よくお考えになられるがよろしい。あなた様は、9魔の円環により、魔力の半分を吸い取られました。それに加え、今に至るまでに消耗した魔力を考えれば、残りは3割ほどでございましょう。そして、あなた様から吸い取った魔力の半分はこの王爵に貯蔵されております。魔力が弾け、俺の半魔法が次々と破壊されていく。持ち主を同じとした場合、5割と3割の魔力がせめぎ合えば、どちらが勝つのかは、子供でもわかることでございましょう。そして、その5割の魔力にわしの魔力を上乗せすれば、あなた様に勝ち目など到底ありますまい。半魔法に全魔力を込めるも、それごと押しつぶすかのごとく、ベノイエ分が圧縮される。闇のオーロラは俺を覆う球体となり、刻一刻とその面積を縮めている。これは、一瞬で消滅するかと思いましたが、さすがは暴虐の魔王、といったところでしょうか。しかし、残りの魔力はもう幾ばくもありますまい。これでとどめとばかりに、メルヘイスから、そして王爵から、その全魔力が一気に、ベノイエ分に注ぎ込まれる。黒い球体と化したオーロラはまがまがしい光を放ちながら、俺の半魔法ごと無理やりに収縮していく。さらばでございます。暴虐の魔王、アノス、ボルディゴード様。圧縮され、密度が高まりすぎて、球体を保てなくなった、ベノイエ分から、幾束もの光が漏れる。そして次の瞬間、それは、黒色の大爆発を引き起こした。あなた様の時代は終わりました。いいえ、とっくに終わっていたのでございます。2000年前に、黒き爆発が収まっていき、オーロラがうっすらと消えていく。勝利の余韻に浸るように、メルヘイスはその光景を眺めていた。そのあたりのことを、ぜひ、詳しく聞かせてもらいたいのだがな。その声に、メルヘイスが目を見開く。やがて、光やオーロラが完全に消える。ベノイエ分の爆心地に、俺は悠然と立っていた。傷一つ、負うこともなく。なぜ事態を理解できぬメルヘイスが呆然とつぶやく。ようやく転生後の体に馴染んできてな。メルヘイスは驚愕の表情を浮かべ、口をあんぐりと開く。信じられないといった様子で、奴は弱々しく言葉を漏らした。真価を発揮できていなかったというのですか。そんなバカな。これまで、あれだけの魔法を使っておきながら、あれだけのお力を見せつけていながら、まだ転生前の魔力を取り戻していなかったと？お前が言った通り、さっきまでは10分の1以下と言ったところか。10分の 1？ 哀れみすら感じるほどメルヘイスは絶望的な表情でつぶやく。要するにメルヘイスが奪った俺の魔力は、1割にも満たないというわけだ。時間を稼がず、俺がこの体に馴染む前に勝負をかけるべきだったな。俺はその場に手をかざす。今の魔力ならば、できるだろう。手のひらの先に、黒い光の粒子が立ち込める。次の瞬間、光の粒が無数に増え、室内を満たしていった。これは、デルゾゲードの立体魔法陣。そんなはずは、この場所は、アゼイシス、で別次元に隔離されているはず。来い、ベヌズ殿は。俺の呼びかけに応じ、立ち上る無数の黒い粒子、その一切が足元へ集中する。現れたのは、剣の形をした影だ。それを投影している物体はなく、ただ影のみが存在している。無駄と言ったな、メルヘイス。よく考えろ、と。俺の手に引き寄せられるように、その影の剣はゆっくりと宙へ浮かび上がってきた。お前に本当の無駄がどういうものか教えてやろう。俺の言葉が耳に入っていないのか、メルヘイスは目の前の光景を信じられないといった表情でただ呆然と眺めるばかりである。何が、一体、どういう理屈で？魔法で作った距離や次元など、ものの数には入らぬ。離滅剣の前にはあらゆる断りが無に帰す。ああすればいい。こうすればいい。などと考えることこそが無駄だ。絵を手にする。その瞬間、影は反転し、闇色の長剣がそこに現れた。我が眼前の敵はただ滅べ。それがベヌズ・ドノアの前に許された唯一の断りだ。
いくら暴虐の魔王とて、そんな道理の通らぬ魔法があるはずがございませぬ。メルヘイスは目の前に魔法の門を作った。これまでとは外観の違う、豪奢な門だ。ほう、絶対空間か。さようでございます。この門の向こう側は、術者しか入れぬ絶対のテリトリー、アゼイシスの中ではわしを倒すことは不可能でございます。魔法の門が開き、メルヘイスはその中へ消える。今日のところはこれにて引き下がらせていただきます。アノス様。次はあなた様のお力を十分に計算に入れた上で、倒すための策略を練ってまいります。どうぞ、お楽しみに。俺はベヌズ・ドノアをゆるりと下段に構える。残念だがな、メルヘイス。離滅剣で目の前を切り裂いた。空間が真っ二つに割れ、剥がれ落ちる。そうしてあらわになったその次元には、メルヘイスの姿があった。なぜ、絶対空間は、完全に世界から隔絶した場所、そちら側からは干渉自体ができないのに、切り裂けるわけが。離滅剣の前に道理は通らぬ。悠然と俺はメルヘイスのもとへ歩を進め、ベヌズ・ドノアを振るう。メルヘイスはそれを寸前でかわした。だが、両足を切り裂かれ、奴は地面を転がっていく。なぜ、かわしたはず。かわした程度で避けられると思ったか。そんな理屈がどこに？奴は魔法の門を再び展開した。それも今度は数千を超える数だ。確かに恐れるべき魔剣でございますが、剣であることからは逃れられませぬ。これだけの魔法の門を一度に切り伏せることは叶いますまい。大量の魔法の門をおとりに使い、その一つを使って逃げるつもりなのだろう。しかし、その直後の出来事だった。数千を超える魔法の門が一度に切断され、ことごとく砕け散った。これは、なぜ、いつ、切ったのですか？切っていなければ、切断されぬとでも思ったか。馬、鹿、理解できないといった様子のメルヘイスへ、俺はゆるりと近づいていく。ありえませぬ。こんなことがありえるはずが。もはや、身動きの取れなくなったメルヘイスのそばに立ち、俺は高みから奴を見下ろした。その表情は、ただただ恐怖と絶望に染まっていた。その小賢しい頭にとくと刻め、これが本当の無駄というものだ。メルヘイスの頭にベヌズ・ドノアを突き刺した。第68話、まがまがしき仮面。メルヘイスが苦しげな呼吸を漏らす。ベヌズ・ドノアは頭を貫通しているが、彼はまだ滅びず、その体を保っている。どうやら厄介なものを埋め込まれていたようだな。メルヘイスの脳に刺さっているのは、霊属の魔剣。思考さえも所有者に支配される魔法具だ。滅べ。離滅剣によって、メルヘイスの脳に刺さっていた霊属の魔剣が消滅した。ベヌズ・ドノアを頭から抜くと、メルヘイスはうつろな瞳を俺に向ける。次第にその目は確かな色を持ち始めた。正気に戻ったか、メルヘイス。恐縮したように、彼は頭をしだれる。申し訳ございません、アノス様、不覚を取りました。ユニオン島で調べたとき、メルヘイスには確かに俺の記憶がなかった。にもかかわらず、長年俺を殺すのを待ちわびていたというのは妙な話だ。無論、何らかの方法で、うまく記憶を隠したということも考えられた。しかし、俺にそう思わせ、味方であるメルヘイスを殺させるというのがアボス、ディル・エビアの狙いだったのだろう。あの時点でメルヘイスには確かに俺の記憶はなく、その後、霊属の魔剣によって操られていたというわけだ。霊の体内に契約の魔剣が刺さっていたのだから、こういう可能性もあるだろうとは思っていた。誰にやられた？メルヘイスは心苦しそうに頭を振った。わかりません。顔も、魔力すら見ておりませぬ。アノス様に会ったその夜のことでございます。わしは何者かに襲われ、気がつけば、霊属の魔剣を刺されていたようです。2000年前のことを踏まえ、ベノイエ文を貯蔵することで備えをしておったのですが、それを使う隙すらございませんでした。2000年前、壁を越えることでアビス、ディル・エビアの配下から逃げおおせたメルヘイスは、次の襲撃に備え、ベノイエ文を蓄えていたというわけか。それが今回は、俺を殺すために利用された、か。向こうもメルヘイスが手強いことを知り、入念に準備をしていたのだろうな。
俺はベヌズ・ドノアを地面に刺す。すると、剣の本体が消え、俺の足元に影だけが残った。いわば、鞘に収めた状態だ。そろそろ繋がるだろう。メルヘイスの肩を掴んでいた左手を離す。それを右手で持ち、左腕の切断された部分にぐっと押し付け、接合する。軽く指を動かしてみる。ふむ、支障ないな。ガイオスとイドルをここに。承知しました。メルヘイスは魔法の門を2つ作り出す。それが開くと、ガイオスとイドルの死体がこの場に転移してきた。どうなさるおつもりでしょうか？お前以外の七魔コウロウは根源を融合され、体を乗っ取られている。メルヘイスは神妙な顔で思考する。アボス、ディルエビアの配下にでございましょうか？ああ。アイビスの時は根源を消滅させるしかなかったが、今回は違う。ここに、アボス、ディルエビアの配下の根源が2つある。俺はガイオスとイドルの死体に魔法陣を描く。そして、ジグルアの魔法を使い、2人の根源と融合している2つの根源を切り離していく。お前たち七魔コウロウの体を乗っ取らせるほどだ。アボス、ディルエビアの配下の中でも、それなりに事情に通じているはずだ。七魔コウロウは、暴虐の魔王の伝承について直にコントロールできる立場だ。何も知らない者にただ命令だけをしていたとは思えない。そうでなくとも、インガルで復活させてみれば、案外見知った顔かもしれぬがな。ジグルアの魔法で根源の分離が終わると、俺は血を2滴そこに垂らした。蘇れ、俺に弓引く愚か者よ。正体を見せよ。魔法陣が描かれ、インガルの魔法が行使される。その時だった。空間を切り裂くような2つの衝撃波が飛来する。それは蘇生途中だった根源を両方とも両断し、跡形もなく消滅させた。メルヘイスが驚きを発した頃には、俺は攻撃が飛んできた方向へ視線を向けていた。そこに、まがまがしい仮面をつけた男が立っていた。漆黒の全身鎧に体を覆われている。仮面は何らかの魔法具なのか、魔眼を凝らしてみても、その男からは魔力が感じられない。道理で、攻撃が来るまで気がつかないわけだ。ありえないことでございます。アゼンシスに外から無理やり入ってくるなど。狼狽したようにメルヘイスが言う。確かに、入ってしまえば、その中を転移することは案外なんとかなるが、外からこじ開けるとなると簡単なことではない。ふむ、お前がアボス、ディルエビアか？仮面の男は答えない。喋りたくないか？なら、その気にさせてやろう。足元に手をかざす。剣の影がゆっくりと浮かび上がり、俺はその絵に手を伸ばす。仮面の男の手元がぶれた。すると、アゼイシスに裂け目ができ、奴はその中へ消えていった。メルヘイス。魔力を感知できないため、追うのが難しいのですが、アゼイシスの中には姿が見当たりませぬ。おそらく、逃げたのでしょう。ベヌズ・ドノアにはかなわぬと踏んだか。俺とメルヘイスの戦いを見ていたのだろう。あと1秒あれば離滅剣のサビにしていたところだが、なかなか懸命なようだな。目的は、ガイオス、イドルと融合していたアボス、ディルエビアの配下を始末することか。根源さえ消滅させてしまえば、情報が漏れることはない。いかがいたしましょうか？今ならまだ追うことができるかもしれません。いい。放っておけ。今は追っている場合ではないしな。あの仮面の男にしてみれば、それも計算ことごとくなのかもしれぬ。後ほど指示を出す。ガイオスとイドルを蘇生しておけ。仮面の男が始末した根源は、アボス、ディルエビアの配下のものだけだ。ガイオスとイドルの元々の根源は無事である。例によって記憶はないだろうが、正常な状態で蘇生できるだろう。ギョイ。ベヌズ・ドノアを床に突き刺し、影に変える。そして、その影もすっと消えた。目の前に魔法の門が開き、そこに混合鉄の剣が現れる。こちらでよろしゅうございますか？ああ。俺は混合鉄の剣を手にした。どうぞ、そのままお入りください。闘技場の舞台へつなげます。レイ、グランズドリームを同じく外へ出しましょう。うなずき、俺はそのまま魔法の門へ入っていく。ぐちゃぐちゃに歪んでいる通路らしき場所を歩くと、やがて、声が聞こえてきた。おい、どうなったんだ？わかんねえ。
さっきから魔法で舞台の様子が全然見えないし、音も何も聞こえねえよ。運営からも何の連絡もないし、一体どうなってやがんだよ。あ、おい、待てよ。見ろ、あそこ、人影じゃないか？ああ、本当だ、魔法の効果が切れたのか。立っているのが一人、倒れているのが一人いるぞ。決着がついたってことか。一体、どっちが？舞台の魔法陣がなくなり、アゼイシスが完全に消滅する。そこに見えてきたのは、混合鉄の剣を携えた俺と、折れたイニーティオのそばで仰向けになっているレイの姿だ。フクロウの声が響く。レイ、グランズドリー選手の剣の破壊を確認しました。勝者、アノス、ボルディゴード選手。わーと会場から大歓声が溢れた。やったわ。ねえ、あなた、アノスちゃんが勝ったわ。ああ、そうだな。大したもんだ、あいつは。父さんと母さんの声が聞こえる。やっぱり、アノス様が世界一。うん、さすがアノス様。もう超かっこいい。ぐす、ちょっと、何泣いてるの？だって、感動しちゃって、皇族派の大会で、アノス様に不利なルールばっかりだったのに、文句も言わずに勝っちゃったんだもん。もう、急に真面目になって。私はいつだって真面目だよ。ファンユニオンの少女たちは皆涙ぐんでいる。観客席からは盛大な拍手が鳴り響く。そのほとんどが今月のものだったが、よほど嬉しいのだろう。いつまでも興奮冷めやらぬといった調子で、手を打ち鳴らし、声が枯れるほど叫んでいた。歓声や拍手が一段落すると、再び上空からフクロウの声が響いた。後ほど閉会式を行いますが、まずはこの場で、優勝者のアノス選手に記念品の魔剣が授与されます。すると、闘技場へドレスをまとった少女が魔剣を両手に持ちながらやってくる。金髪碧眼、髪を下ろしているが、その顔には見覚えがあった。少女は俺のそばまでやってくると、にっこりと笑う。おめでとう。彼女は記念品の魔剣を差し出す。何をやっているんだ、サーシャ？途端にサーシャは気まずそうな表情を浮かべた。心配しなくてもイザベラのそばにはミーシャがいるわよ。それに試合が終わったんだから、あなたなら、どうとでもできるでしょ。別にそんなことは聞いてないがな。サーシャは不服そうに俺を睨んでくる。あなたは知らないと思うけど、ネクロン家はそれなりに名家なの。あんまり剣が得意な家柄でもないから、魔剣大会の優勝者を称えるにも都合がいいのよ。優勝者に箔をつけようということか。サーシャは七魔コウロウの直系だから、ちょうどいい身分というわけだ。ほら、いいから受け取りなさいよ。サーシャがずい、と魔剣を差し出す。俺を唱えに来た者の態度ではないな。俺は魔剣を無造作に手にした。ちゃんと、それらしくするわよ。彼女は顔をあからめ、俺の顔をじっと見つめる。おめでとう、アノス、ボルディゴード。あなたの剣に、祝福を。キュッと目をつぶり、サーシャは俺に向かって背伸びをする。その唇が、そっと頬に触れた。俺の勝利を祝福するように、観客席からはまた拍手が溢れた。言っとくけど、俺の目をまともに見られない様子で、うつむきながら、サーシャは言う。こういう決まりなのよ。私がしたくてしたわけじゃないわよ。わざわざ言わずとも、それぐらいわかっているぞ。すると、サーシャは肩透かしを食らったような顔になる。それから少々不満そうな顔をしつつ、俺から視線をそらした。勝つと思ったから、引き受けたわ。弱々しく、サーシャがつぶやく。まるで俺に響く言葉を探すように、彼女はたどたどしく言った。あなた以外の魔王を、称えるつもりなんてない。なかなか可愛らしい言葉を口にするものだ。俺は思わず笑みを浮かべた。いい心がけだ。何よ、相変わらず偉そう。相場焼きながらも、サーシャの口元は緩んでいた。と、思い出したように彼女は声を漏らし、それから、俺の前に魔法陣を描いた。リークスの魔法だ。この観客席全体と魔法放送に伝わるようになっている。アノス、ボルディゴード、今の気持ちを教えてくれるかしら？言うべきことは決まっている。優勝できたのは、この剣のおかげだ。
金剛鉄の剣を見せつけるように、俺は頭上に掲げた。父さんが思いを込めて鍛えたこの金剛鉄の剣には、魔剣イニーティオにも劣らない力が宿った。魔力とは違う何かが、心が宿った。父さんこそ、真の名工だ。観客席に視線を向け、俺は言う。ありがとう、父さん。視線の先で、父さんはぐっと何かを耐えるような顔をしている。耳を澄ませば、声が聞こえた。何言ってるんだろうな、あいつはよ。なあ、イザベラ。そこはほら、学校の恩師とかに言っとかないと、大体、あんな剣、大したことないよな。全部、あいつの力だ。あいつが頑張ったから。感極まったように、父さんは涙を流す。隣で母さんはにっこりと微笑み、やはり涙ぐんでいた。本当に、あいつは、大したやつだ。こんなに嬉しいことはないよ、イザベラ。震える父さんの背中を、母さんが優しく撫でていた。それでは、これより閉会式の準備を始めます。観客の皆様は玉座の間に移動してください。フクロウの声が響き、観客たちは次々と立ち上がり始めた。レイの方に視線を向ければ、彼は数人の医者に囲まれている。だが、どうにも手に負えない傷なのだろう。回復魔法をかけているが、なかなか癒えない様子だ。下がっていいぞ。俺がやろう。レイに、エンシェル、の魔法をかける。みるみる彼の傷は癒えていき、うっすら目が開いた。終わったのかい？しばらく意識を失っていたのか、呆然とした様子でレイは聞いてきた。いい勝負だったな。倒れたままのレイに手を差し出す。彼はその手を掴んだ。負けてよかったっていうのが一番悔しいところだけどね。レイは立ち上がり、俺に言った。でも、次は勝つよ。それで、今度は君のすべてを守ってみせる。楽しみにしていよう。俺とレイは笑顔を交わす。レイさん、アノス様。切迫したような声が響いた。見れば、ミサが観客席からこの場へ駆け下りてきている。目には涙をいっぱいに溜めていた。顔面は青白く、とても俺の勝利に感極まったという様子ではない。ミサさん、大丈夫かい？レイが心配そうに、彼女に声をかける。ごめん。喋ろうとして、ミサは声を喉に引っ掛ける。ごめんなさい。たどたどしくミサは言う。その表情は申し訳なさと自責の念で溢れていた。レイさんのお母さんを、もう少し、だったのに、元気になったのに、守れなくて、気がついたら。何？そのことなら心配するな。そう言うと、ミサは目を丸くし、表情に疑問を浮かべた。シーラの精霊病は治った。俺はその場に血を言ってきたらし、インガルを使った。次回は、魔王学院の不適合者、第69話、エピローグ、祭りの後の、第70話、プロローグ、勇者と人の王、高評価、チャンネル登録、お願いします。